今年の1月にアニメロサンゼルスというアメリカのアニメイベントに行ってきました。どうも、アニメーターの横山健二です。アニメロサンゼルスはアメリカ・カリフォルニア州で毎年行われているアニメイベントです。私は40年以上アニメーターをやっていますが、海外のアニメイベントに参加したのはこれが初めてでした。これはそこで撮影したものを流しながら感想などを話す動画です。最初に私の自己紹介から。現在はアニメワンピースの作画監督、原画をやっています。過去にはスラムダンクやドラゴンボールなどもやっていました。あと、時々マイリトルポニーなど海外の作品の作画もやっていました。そして今回、横田守さんというイラストレーターとしても有名なアニメーターさんの紹介で、アニメロサンゼルスという海外のアニメイベントに行くことになりました。羽田空港を出発し、ロサンゼルス国際空港に到着。ロサンゼルス国際空港はとにかく広いです。お店とお店の距離も日本の空港と比べ遠いです。そして送迎用のバンに乗り、イベント会場へ。道路から何まで街全体が日本より広いなと思いました。そして高速料金が無料なことに驚きました。イベント会場の準備中はこんな感じ。会場はロングビーチコンベンション&エンターテインメントセンター。詳しく計算したわけではないので間違っているかもしれませんが、有名なイベント会場幕張メッセと同等かそれ以上の広さらしいです。正直もう少し小規模なイベントだと思っていました。そしてイベントが始まり、多くの人で賑わいます。始まる時間が日本のイベントみたいに予定の時間ぴったりではないことに文化の違いを感じました。日本の作品が多いイベントですが、お客さんには日本人があまりおらず、現地の人が多い印象です。イベントではいろいろなアニメの展示、舞台、トークショー、コンサート、サイン会などが大規模に行われています。ここでの私の役割は3つ。まずはサイン会。私は実はサイン会的なものも人生初だったりします。その割には結構人が並んでいました。次にコミッションです。コミッションでは、このキャラクターをこの絵柄で描いてくれという依頼のもと、その場で絵を描きます。そしてトークショー。私は英語は喋れないので、通訳してくれた方がほとんど喋って仕切ってくれました。こんな感じでイベントに参加していました。イベント中の食事はこんな感じ。出てくるものは全部美味しかったです。イベント以外はだいたいホテルにいました。ホテルはすごく広かったです。夕食は現地のスタッフにレストランに連れて行ってもらいました。ハンバーガーやメキシコ料理などを食べました。すごく美味しかったです。ステーキがとても分厚いんです。日本だとなかなかないサイズです。ロブスターに関しては今まで食べた中で一番美味しかったかもしれません。日本のロブスターと何か違うんですかね。あと日本の食事と違うと思ったのがチーズをすごく使うこと。そしてサイズがすべて倍近いです。スイーツもでかい。そして甘いです。最終日、6日間続いたイベントも無事終わり、最後にイベントのパンフレットをいただきました。私のページは思ったより前にあって、1ページ丸々使われていました。後から聞いたのですが、今回参加したイベントは中規模なもので、アメリカではこういうイベントが100個近くもあるそうです。本当のところはどうかわかりませんが、とにかく多いのだそうです。アニメーターとして絵を描いていただけなので、あまり実感がありませんでしたが、日本のアニメや漫画は私が思っていた以上に海外で人気みたいです。とても良い経験になりました。
他にも何かイベントに参加する機会があったら、またいろいろ参加してみたいなという気持ちです。皆さんも今回紹介したアニメロサンゼルスでもいいですが、アニメのイベントにぜひ行ってみてください。あらゆるブースで熱量がすごくて楽しめると思います。余談ですが、日本に帰る前にアメリカの親戚と会い、ワーナーブラザーズスタジオツアーに連れて行ってもらいました。アメコミや映画など好きな作品の展示がたくさんあり楽しみました。